こんにちは。今日は私が2025年に使っていて、やっぱりこれ良かったなって思うアイテムをご紹介していきたいなと思います。去年もね、この同じような動画を撮っていて、そこでもご紹介した殿堂入りアイテムみたいなものもあるんですが、そのあたりはさらっと紹介して、ちょこちょこ動画出てきたりはしたかなっていうアイテムについて深掘りしていきたいなと思っています。このチャンネルをね、見てくださっている方は、そういうところも好きで見てくださってるんじゃないかなと勝手に想像してはいるんですが、例のごとくですね、可愛いっていうよりかは、結構機能的だなとか実用性があるなとかシンプルだなっていう感じのアイテムになってるかなと思います。はい。なので、皆さんね、気になるアイテムがあればチャプターつけてますので、そこに飛んでみてください。それでは、行ってみよう。はい、まずは殿堂入りアイテムから紹介したいと思います。これ去年も紹介したような気がしています。中林さんだったかなから出ているマグカップペンホルダーというシリーズになります。これ1個でね、多分450円ぐらいの、価格帯だったんじゃないかなと思っているんですが、私はこれが気に入りすぎて、常にね、3つから4つぐらいはストックしていくような感じになっています。あんまりね、この文具シーズンぐらいでしかこのロフトとかマルゼンとかね、そういう書店さんとかで見かけたりしないので、見かけた時にがっつり買ったりしてるんですが、そうじゃない時はね、このシーズンでない時だとヨドバシカメラのねオンラインで結構安定的に買えたりしますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。で、私がねこれのすごく気に入っているところはですね、とにかく頑丈だということです。実際ね、今私が持ち歩き用に使っているこのロルバーンにもねつけてるんですが、こんな風にちょっとね固めのプラスチックのものを土台として、そこにこのマグカップペンホルダーを貼り付けるような形で、このねノートにつけるノートにペンホルダーをくっつける用途として使用していることが多いかなと思っています。で、これのねいいところは、このフルで貼り付けると結構こういうね多色ペン、多機能ペンみたいなやつの太いやつもフルで入りますし、私は結構このねクリップ部分で引っ掛けるのが好きなので、あえてこの内側にね押し込んで貼り付けて、こうやってここだけ引っ掛けれるように使ったりするんですけど、こういう風にねちょっと自由度が効くところもいいかなと思っています。ロルバーンの純正のねアイテムとして、こういうペンホルダー付きの下敷きなんかもあるかなと思うんですが、ああいうのってね結構もうこの太さがある程度固定されていて、ちょっとペンに合わせて使いづらいというか、ちょっとね細いペンだとやたら余白ができちゃったりとかするのがちょっと嫌だなって思うこともあるし、結構ああいう下敷きとかにねくっついてるものって、ここの止まってる部分が引きちぎれてきたりすると思うんですよ。で、結構消耗品になっちゃうんですが、このマグカップペンホルダーとっても頑丈です。めちゃくちゃしっかりしてる。私今までこのマグカップペンホルダーを多分5、6個いろんなノートにつけて使ってるんですけど、一度たりともここが引きちぎれたことがないです。はい。で、それもその頑丈なところも好きですし、こういうね下がプラっぽいものに貼ってると、結構ね何度でもここ張り替えたりできるんですよ。ここ全然ベトベトしてないんですけど、なんで今このクリップでつけてるんだけど、やっぱりフルで差し込みたいなってなった時に、全然位置を移動してまた貼り直したとしてもそのまま使えるっていうのも、すっごくねすぐに持ち歩きのペンを変えたくなるような、私みたいなちょっと飽き性タイプにはすごくいいんじゃないかなと思っています。はい。もしねノートとか手帳とかにもともとペンホルダーがついてなくて追加でつけたいなっていうニーズがある方は、ぜひこのね中林さんのマグカップペンホルダーをチェックしていただければなと思っています。私は年がら年中これがその辺のロフトとかその辺の書店さんですぐに手に入る世界を目指して布教をしていますので、皆さんちょっとお手元にね取っていただけるととっても嬉しいです。続いても殿堂入りアイテムの2つ目ですね。これはプッチンクリップというアイテムになります。ちょっとね元の私袋がもうビリビリになっちゃって、全然別の台紙にこのクリップ部分だけを、つけていたりするんですが、これはねこの丸い部分を押すと先がちょっと上向いてくれて挟みやすいよっていう感じの
クリップなんですが、私がねこれがすごく気に入っているのが、しおり代わりに使えるっていうことなんですよね。実際に使ってる見本を見せたいと思います。多分ねチャンネル見てくださってる方はよくご存知だと思うんですけど、こんな風にですね、私はこの手帳をあんまりこうしおりで留めるのが好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、しおりのこの下のところがビロビロしてカバーに巻き込んだりとか、他の荷物に引っかかったり、このペンのねクリップの部分に引っかかったりするのがすごくイライラしちゃうタイプなんです。なのでしおりは使わなくて、こんな風にクリップで留めたりとかして、このページからページの行き来を楽にするっていうのが、とっても好きなんですが、その時にこのプッチンクリップがすごく活躍してくれています。でこのプッチンクリップがですね、結構この挟める幅がですね広くてですね、普通のクリップ、こういう系のクリップだと挟めない紙の厚さに対応してくれて、結構厚くいけるので、私はこれが気に入って使ってますね。このぐらいでも結構挟めちゃう。満水のね12ヶ月分ぐらいだったら多分余裕でいけちゃうぐらいの紙の厚さをここで一旦ね止めておくことができるんですよ。これがねとっても良くて、たくさん使ってますね。すべてこの持ち歩きの手帳においてはこのプッチンクリップが必ずどこかに挟まっているという感じですね。はい。私はもう本当によく使うページはすぐこうバッバッて開けないと嫌なタイプなので、このね月々のガントチャートの部分と、あとはこうウィークリーの部分ですね、ここが分かるようにこのプッチンクリップでしおり代わりにして使っています。はい、でね、この昔ね、もうね多分10年ぐらい前だと思うんですけど、10年ぐらい前とかはこういう色付きのものっていうのが販売されてたんですよ。でそれがねとっても良くて、こうなんていうの、パッと見で視覚的に違いが分かりやすくてすごくありがたいなと思って、この赤をすごく大事に使ってるんですが、多分今はもう販売されてなくて、一般的に売ってるのはもうこのシルバーのやつだけなんじゃないかなと思っています。はい。で私もこれは布教をねし続けて、またカラーのやつを出してほしいなと思っていて、激推ししてるアイテムなので、ぜひ皆さんも手に取ってほしいです。これねトーキンコーポレーションさんが出されてるんですよ。スライドクリップとかかなで有名なトーキンさんなんですけど、ぜひねスライドクリップに続きこのプッチンクリップをトーキンさんの一押し文具のラインナップの一つに入れてもらえないかなと、私が密かに期待しているアイテムになります。もうちょっとねいろんな人に見てもらえるチャンネルになったら、もうトーキンコーポレーションさんに激推ししたいなっていう野望があります。はい、というわけでこれが殿堂入りアイテムの2つ目でした。はい、続いて3つ目ですね。これも殿堂入りアイテムといえば殿堂入りかもしれませんが、昨年もご紹介したキャンドゥとかねセリアで売っているこのシンプルな正方形の付箋を、紹介してると思います。なんですが、なんと多分今年割と最近だと思うんですけど、これのねちょっとこの細いバージョンが出たんですよ。このね黄色とピンクと薄い水色の方の3色セットで100円っていうねセットが出てまして、これがねまたいいんですよ。本当に私はいろんな結構付箋を買うんですけど、結局こういうちょっと面積広めのやつで柄が入ってないシンプルな付箋が一番使いやすいし、一番何も考えず使えるなって思ってるタイプなので、このねキャンドゥセリアのやつをねむちゃくちゃ愛用してまして、多分これあと2冊ぐらいあります。はい2冊ぐらいあってもう1冊は使い切ったみたいな感じなんですけど、それのねこのちっちゃいバージョンが出たっていうことで、こちらも最近は愛用しております。通常のねこういうちょっと付箋よりややね太め長めで、これと同じサイズ感なのが私はすごくいいなと思っています。はい。でね結構これね100均にしては粘着力もしっかりしてるんですよ。ちょっとこう貼ってみると結構ねノートに貼ってて
取れるなって気になったことがあんまりない。多分こう何回も貼り直しすると弱くはなっていくんですけど、こう一回貼っておいて結構そのままにしておく場所に関しては全然これで困ることないなって思うぐらい、すごくね粘着力も程よく安定している、すごくおすすめの付箋になります。100均でね買えちゃうっていうアイテムなので、ぜひこれもね一応ちょっと見かけた時にはお試し程度でちょっと買ってみてもらえるといいかなと思います。続いてのアイテムはこちらの雫型のクリップになります。これはね以前から使っててちょっと持ってたんですけど、今年になって再びちょっと見つけ出して使い始めて、やっぱりいいなって思ったので、結構ねいっぱい買いました。私はこれシーインで購入しています。はい、でねさっき映ってたと思うんですけど、これ何に使ってるかっていうと、このねしおり代わりのクリップの一つとして使ってるんですが、これはあんまりこの分厚いものを挟めるわけではないので、だいたいこの手帳のね最初の方にあるイヤープランナーを印するために使ってるっていうイメージですね。はい、で私がねこの雫型のクリップ好きな理由なんですけど、結構こういうカラー系のものがあってデザインが可愛いっていうのもあるんですが、このね通常のクリップよりもこういう差し込み方よりも私こっちの方がね差し込みやすい気がするんですよ。でこのつけた時のこの見え方の感じも好きなのと、結構ねここがその出る頭の部分が広くなるんですよね、こっちのクリップよりも。なのでブックマークとして使用した時にこの触った感触でここってすごい分かりやすいのが結構いいなって思ってます。これだとねちょっと細すぎて触った時の感覚があんまり指にガッてきてくれないんだけど、これはね結構感覚として結構よくちゃんと分かるっていうか、ここにあるなって分かる感覚が食感で肌感覚で分かるのがすごくいいなと思っています。でね細さ的にはこういう通常のねゼムグリップとあまり変わらないので、この手帳を書く時のこのガタつきみたいなのも基本こっちとねそんなに変わらないなって思うような感じです、私の感覚としては。で結構ねこういうブックマーク代わりにクリップ使ってる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、それだとハートとかねリンゴとかいろんな可愛い形で使われてる方も結構多いと思うんです。で私ねそれもすごく可愛くて昔真似してたんですけど、結構ああいう何らかのモチーフをかたどっているものってちょっとねこのクリップの針金の分厚さが分厚かったりとか、ちょっと複雑な絵を描いてるからデコボコが大きかったりとかしてちょっと気になっちゃうんですよ。なので通常のゼムグリップとあんまり変わらないこの針金量でノートにデコボコ感が出にくいっていうところで、私はこのちょっと雫型の、ゼムグリップすごくいいなと思って、使っています。ぜひねちょっと今までこの形使われたことがない方はちょっと購入してみてもらえるといいかなと思います。でね最近このクリップを使ってちょっと自分なりのね柄物クリップを作るのがちょっとハマってて、これもともとシステム手帳のブックマーク代わりに作ってたものなんですけど、そこのね後ろにこのクリップを貼り付けて、シールでね普通に貼り付けて、これをクリップ代わりに、使うっていうのも気に入っています。こんな風にねちょっと手帳の表紙をデコる時につけてみたりとかして、こうやって入れてたりもするって感じかな。こういう感じになってます。はい、こんな風にねちょっと自分用ブックマークみたいなのを作るのにも可愛いし、このゼムグリップよりも幅広な分ブックマークにした時の安定感があるので、ぜひちょっとお試しいただければなと思います。続いてがリヒトラブさんから出ているログペンと
罫線ペン、ルールドラインペンっていうやつですね。はい、これ前回の動画の中でもちょろっと出てきてるかなと思います。文房具の断捨離をしますっていうところで、ちょっと出てきてるかと思うんですが、今年はねこれが私の中で大ヒットだったかなと思っています。私が何に使ってるかっていうと、こういうね自分でこう手帳にラインを引いて区切りをこうつけるときに、使ってます。特にこっちのコアラグレーっていうログペンのね 0.2 コアラグレーっていう色を、よく使ってますね。今ねロフトとかで売ってるかなと思います。はい、でこれで線を引いてあげるのがすごく気に入ってますね。この紙面の中でやっぱ黒とか結構マイルドライナーとかだとやっぱ色が強くてすごく目立っちゃったりするんですけど、このねグレーカラーなのであんまりこう印象が強くバッと前に出てこない、あくまで罫線として記入できるっていう色の強さが好きだなっていうのと、コアラグレーよりもさらにその主張を和らげたいっていう時はこっちのブルーグレーっていうね罫線ペンっていう方を使用しています。はい、でこんな風にねガントチャートを区切ったりとか、あとはこっちのねウィークリーの方も私は結構こう縦軸に書くことを分けてたりするので、それを区切るのに使ったりしてます。こんな感じで罫線を引くことが結構あるので、そういう意味でこの2色はすごく使ってるなと思います。でこれのいいところはやっぱりこう定規で線を引いた時に定規をこう離す瞬間にさインクがピッて伸びちゃうことがあるじゃないですか。このねログペンはそれが発生しないので結構頻繁に罫線引きますよっていう方には是非ちょっとお試しいただきたいなって思うアイテムになっています。ここからはちょっと文房具の枠を少し離れたところのご紹介をしていきたいなと思います。はい、まずはこちらですね、フォメモです。手帳界隈の皆様ならご存知かと思いますが、感熱紙プリンターっていうやつですね。レシートみたいな、構造で印刷できる小型プリンターになります。色はもう黒しかね印刷できないものなんですが、その分本体価格だったり用紙だったりを安く抑えられて、コスパを気にせずガンガン印刷できるようなツールになります。で私はねこのフォメモ自体は3年ぐらい前からずっと使ってるんですけど、今年になってねこのフォメモを使う機会がすごく増えてすごくいいなと思ったので、ちょっと今回買ってよかったの中に入れさせていただきました。で具体的になんでこの今年になってこのフォメモをね使うようになったかっていうと、チャット GPT とかジェミニみたいなこの生成 AIって言えばいいのかな、 LLM って言えばいいのかな、そういうねチャット GPT みたいなものがものすごく一般にもね広まってきて、みんながフリーで気軽に使えるような環境になってきたと思うんですよね。で私も例に漏れず結構使うことが多いんですが、その中でも自分の考えをバーってチャット GPT に投げて要約してもらったりとか、あとはこういうことやりたいなとか、これモヤモヤしてるんだよなって思ってることを壁打ちみたいにねチャット GPT とかジェミニに投げて思考の整理をしていくっていうことをよくやるんですが、その最後にこういうふうにここまでの流れとかをねまとめてもらったりとか、あとは確かにそうだなってジェミニが言ってきた情報で価値があるなって思ったものだったりを、このフォメモで印刷して手帳に貼るっていうようなことをやったりもしています。例えばねちょっと前にロルバーンのね何の動画だったかちょっと忘れちゃったんですけど、このね自分のダイエットの結果と進捗をチャット GPT に評価させて、それを印刷してロルバー日記に貼りましたみたいな話とかしてたかなと思いますし、最近やったのだと私MBTI 診断をこの間そのウェブでやったんですよ。超精密MBTI 診断みたいなやつあったと思うんですけど、それでやるとね INTJ だったんですよ。で INTJ が嫌なこととか、じゃあこういう性格の人ですよみたいなのをベースに、じゃあそういう性格の人が働きやすく長期的に働けて、かつ
不快感を得ずに長期的に働くにはどういう職種がいいのかとか、じゃあそれを自分の自社の中で得ていくには私はどういうキャリアプランを立ててどんなスキルを獲得するべきなのかみたいなそういうのをねずっとやり取りしてたんですけど、それをねちょっと最後にまとめて、じゃああなたはこういうスキルを得るべきですよみたいなのを出してきて、そのおすすめの本とかね出してもらったのをじゃあ覚えておこうと思ってちょっと印刷して貼ってみたりみたいな感じで、結構この長文章をコピペして印刷しやすいっていうので、このフォメモがねすごくちょうどいいなと思って、今年すごく活躍したアイテムの一つかなと思います、はい、なのでやっぱり買ってよかったなフォメモと思ってます。でね、フォメモっていくつかシール台紙に種類があって、本当にレシートみたいなただのペラ紙のものと、裏がシール台紙になってるもので、透明のもの、半透明のもの、真っ白な用紙のシール型のもの、シール用紙のものっていうね、結構いくつか種類あったりするんですよ。で私は基本的にロルバーンにねロルバーンの用紙に貼ることが多いので、透明か半透明あたりのシール用紙を、使ってます。コスパを良くしようと思うとシール台紙じゃない方がいいんですけど、自分の場合はそういうコスパを良くすることよりも手軽にしてちゃんと活用する方に向けた方が意味のある形になるかなと思って、ちょっとそういう選択をしています。コスト下げたい人はねシール用紙じゃない方にして糊で貼るとかでもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、フォメモのご紹介でした。はい、続いてはこちらですね。カール・ジムキさんのルーズリーフ用のパンチですね。はい、昔は多分カール・ジムキさんのルーズリーフ用のパンチってこんなでっかいさ定規みたいなのがついてて、パチ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 って何回もねやっていくようなものしかなかったと思うんですけど、こういう小型版が多分割と最近なのかな、いつの間にか出てまして、はい、その小型版になったことでようやく購入いたしました。はい、というのもね、私はご存知の通りロルバーンを大愛用してまして、ここのねリングの部分を無印のリフィルノートのこのリングですね、このねリフィルノートのリングを無理やりカスタムしてつけて差し替えできるロルバーンとして使っているわけなんですが、そうした時に結構このルーズリーフの穴の規格でいろんなリフィルを作れるとすごく便利なんですよね。なので、これを購入したんですが、いや買ってよかった。それまではねシーインかなんかで700円ぐらいで買った中国製のものを使ってたんですけど、やっぱね全然違いました。日本製本当にもう切れ味もいいので、たくさんの紙を一気に切れるし、このね穴を開けていく途中で紙をねスライドしていくんですよ。例えばこうやって開けた後にこの穴のねところを引っ掛けて次の穴を開ける時のガイドラインとするんですが、このね精度がめちゃくちゃ高くて、意味わかんない穴のずれ方とかをねしないので、とってもストレスフリーになりました。今ねちょっとこのルーズリーフの用のパンチを持ってて、ただこの穴の精度にちょっと不満がありますよっていう方はぜひちょっとねこのカール・ジムキさんのルーズリーフパンチを購入して使ってみてほしいなと思っています。はい。で、私はねこのパンチがあることで結構ねいろんな紙をロルバーンに挟めてまして、この辺のねちょっと色がついてるような紙を入れてたりもします。これとかね、このピンクのやつとか。はい、これはここはねただのロディアのノートを自分でロールバーンのリフィルサイズにカットして穴開けたものですし、ここにあるねちょっと色付きの紙はですね100均で売ってたノートを自分でそれも引きちぎってですねこのリフィルサイズにカットして入れてるっていうだけのものです。こうやってね
ノートの用紙の色が変わるだけで、ここはこの内容を書く項目だっていうのが視覚的にパッと分かったりもしますし、ちょっとねロルバーンの用紙に飽きてきたなって思った時に気分を変えたりするのにもすごくいいので、結構こうロルバーンをね差し替えれるようにして使ってますよみたいな方には、ぜひねこれあって困ることないと思いますし、あったらあった分だけその自由度を自分で広げられていくと思いますので、ぜひちょっとねお手元に置いてみてほしいアイテムだなと思います。自信を持っておすすめできます。はい、そして最後にですね、本当に結構これを文房具と言うべきなのかどうなのかちょっと悩ましいところなんですが、リヒトラブさんから出ているこれはねバッグハンガーなんですね。はい、私は会社がフリーアドレスで自分の席が決まっていなくて、でそこにねこうカバンをかけるとこみたいなのもないんですよ。なのでこういうバッグハンガーを持っているんですが、今まで使ったどのバッグハンガーの中でこれが一番安定性が高いです。ちょっとね形が特殊なので、この持ち運ぶ時の持ち運びにくさみたいなものはあるんですけれども、もうねこの安定性を知ってしまうとちょっと他のものには変えられないなという形になって、私はこれを5つぐらいリピートしています。5つぐらいって言ってるのは過去3回ぐらいなくしてるからっていう感じなんですけど、それでもこれから離れられないぐらいすごく気に入っています。ここにねゴムがついてるので滑りにくいっていうのと、こう結構この接地面がね広いので、本当にこうグッとかって押されてこうバッグハンガー自体がスライドして落ちちゃうことがないっていうのもすごくいいですし、このねフックでこうなんて言うんでしょう、このちょっとマスクとかでやるかな、こうやってかける部分がこう外向きなんですよ。伝わるかな、こう外向きなんですよね。でこれが内向きになってるものってバッグをこうやってかけちゃうと、開ける時にさこっち向きに開けなきゃいけなくて、こう椅子に座った状態でバッグを取りにくい、バッグを開きにくいじゃないですか。こうやってこのマスクちょっと汚いな、こうやってこうバッグを開きにくくなっちゃう。ここにテーブルがある状態なのでバッグがこうやって開きにくいんですけど、これがね外向きになってくれていることで外側に対してこうバッグを広げられるので、席につきながらバッグの中身を見たいっていう時にとっても使いやすいアイテムになっています。はい、私はこれもね激推しアイテムなので、ぜひちょっとこのリヒトラブさんのバッグハンガーバッグハンガーをお探しの方はこれチェックしてみてもらえると嬉しいなと思っています。はい。というわけでね、今回も例に漏れず実用的なラインナップとなりましたが、2025年私が本当に買ってよかったなと思っている文房具になります。皆さんのね、金銭に触れるものがあったら、ぜひお試しいただけたら嬉しいなというのと、トーキンコーポレーションさんはぜひプッチンクリップのカラーラインナップを増やしていただければなと思っております。はい、それではね、また、いろんな手帳だったり文房具の動画上げていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。気になるものがあったらぜひ買ってね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。